第四王子は静かに先を選ぶ。高山明。第一話、静かな選別。世界に取り残されたかのような朝。エレナは慣れた動作でゆっくりと身を起こし、窓の外へと視線を移す。石造りの室内は冷え、秋の乾いた風が窓の隙間から忍び込み、長く伏せっている体にはわずかに応える。指先に残る鈍さも、思うように深く吸えない息も、今更珍しいことではない。ここ数年、同じような朝を何度も繰り返してきた。大太后様、上着を。控えめな声が背後から差し出される。エレナは小さく首を振った。いいわ、今日は気分がいいから。窓の外は静かだ。その静けさは本来安らぎであるはずなのに、どこか現実から切り離されたようでもある。息子が王位に就いたあの日を境に、この離宮へ移り住んで10年が過ぎていた。かつては絶え間なく届いていた知らせも、今はほとんど耳に入らない。情報を入れようとすれば、いくらでも入るのだろう。だが、そうはしないと決めていた。政治も権力争いも、自分の手の届かない場所で進めばいい。そう願っている。願っているはずなのに、簡単には逃してくれないようだ。ふと指先に目をやる。わずかに痺れている。冷えのせいか、それともいつもの衰えか。多分違う。こういう時の勘は当たるものだ。大太后陛下、バルトロメウス王子が面会に来ております。通していいわ。孫にあたるバルトは数日に一度離宮を訪れる。まだ10歳だ。母恋しさが抜けていないのだろう。2年前、彼の母である聖妃リディアは第4子出産の折に命を落とした。生まれた子もまた、その生死は曖昧なまま記録から消えた。聖妃を失ったことで宮廷の均衡は崩れた。息子である王は覇気を失い、政務は停滞した。幸い王太子がすでに公務に参加している。実直な孫だ。どうにか支えになるだろう。大太后様、お見舞いに来ました。ドアの隙間から覗き込む孫の顔を見て、思わず顔がほころんだ。やはり子供という存在はそれだけでいい。次女にしばらく誰も寄せつけないように指示をした。バルトは次女が去るのを見送ると、ベッドの脇まで来て、おばあさま、と抱きつき、小声で囁いた。おばあさま、あの次女、やめておいた方がいいですよ。なぜ？あれは頭が良いが男に流されやすい。第二夫人派の貴族の次男を目で追っていましたよ。多分、できてます。バルト、子供らしくない発言ね。それは貴重な情報ありがとう。バルトの銀色の柔らかい髪を撫でた。
この子はよく人を見ている。人間観察が趣味だと言っているだけある。人の引きつけ方もうまい。この子が適齢期なら推薦できたが、政治からは完全に身を引いた。それに、この子が成人を迎えるまで生きられないこともわかっている。おばあさま、なぜ彼女は彼を見てるの？関係がバレバレではない？人懐っこい表情とは裏腹なことを聞いてくる。自分で判断していないからよ。その男を基準にしている。好きだからですか？それだけでは足りない。安心と不安が結びついているの。構われれば満たされ、無視されれば揺らぐ。だから、位置を確認し続ける。バルトは腕を組み、わずかに顎を引いた。どこか嬉しそうに目を細めていた。視線があった後をよく思い出して。緩めば行為、怯えが混じれば支配に入っている。ご満悦な顔してましたよ。バルトは低くつぶやく。確かめるような小姉だった。それは、もう手の内にあるわね。エレナはわずかに口角を上げる。その笑みは温度を持たない。バルト、あれをどう処理する？一拍の間。バルトは腕を解かず、眼差しを伏せ、言葉を探るように、考えるというより選び取るように。僕なら婚姻処理かな。顔を上げる。迷いはない。この前、次女たちが話していましたけど、エーバーハルト男爵家が嫁を探していると。エレナはすぐには答えず、表情を引き締めた。言葉ではなく、その先を測るように。良い着眼ね、バルト。あそこなら王都からも遠いし、向こうも宮廷とのつながりを欲している。そこで一度言葉を区切る。利害は合うわ。あの子に断る理由もない。ごくわずかに口元だけが緩んだ。よければ家庭教師のマルガレーテ夫人に仲を取り持ってもらいましょうか。その方が角も立ちません。エレナはしばらく黙っていた。バルトの表情を素通りし、その奥を測るように視線を据えている。そうね。お願いするわ。はい。3日もあればすぐにでも。バルトはふっと笑った。屈託のない年相応の笑みだった。この子は能力が高いゆえにいずれ消されかねない。継承に触れる者は順にそがれる。事故として、病として、些細な失策として、お腹を痛めて産んだ子供たちも犠牲になった。正直、この年になってまで味わいたくない感情だ。エレナは痺れる指先を握り込んだ。勘が鈍っていなければ、先に動く覚悟を決めなければならない。第2話、近郊のほころび。王宮に戻り、長い廊下を歩くと、大人たちの会話が自然と耳に入る。
今期の納入が遅れれば困る。証人がまだ降りていない。借りを作るしかないか。言葉は断片的だが、バルトには十分な情報だった。一瞬だけ大人たちと目が合うが、話が止まることはなかった。ふと会議室から出てきた王太子の姿が目に入った。テオ兄様。バルトは足早に歩み寄る。バルト。テオドールは周囲の貴族に軽く別れを告げると、自然な動作で人払いをした。バルトはそのまま距離を詰め、絹ずれに紛れる程度の声で囁く。テオ兄様、第二王妃派の動きが不自然です。夜ごとに人の出入りがありますよ。テオドールの表情は変わらなかったが、わずかに目を伏せた。動きは抑えておく。テオドールは柔らかく笑った。よく見ているな。助かる。兄の言葉にバルトは肩をすくめた。テオドールはさらに声を低くする。お前も気を緩めるなよ。大丈夫。10歳の第四王子なんて誰も数に入れてないです。バルトは鼻で笑うように返事をした。王宮ではあえて子供らしく振る舞っている。そのおかげで大人たちは彼の前で警戒を緩める。先ほどのように言葉は自然と漏れてくる。空気でいる方が都合がいい。長い廊下を並んで歩きながら、二人は言葉を落とした。周囲に人影がないことを確認しながら、会話だけが静かに続いた。王妃である母が2年前に亡くなってから、父の覇気は戻らない。王宮の均衡は崩れつつあった。時系はグラーベン公爵らのもとに身を寄せている。第二王妃の派閥も動いている。その子、第三王子、アルブレヒトの振る舞いには不釣り合いな自信があった。父上は？バルトが問うと、テオドールはわずかに肩をすくめ、横目で一度廊下の先を見合った。相変わらず覇気はないが、公務に問題はない。もともと仕事はきちんとする方だ。一拍置いて、バルトロメウスの方に顔が向いた。ただ、距離の取り方がわからないだけだ。言い終えると、表情を崩さないまま、顔を正面に戻した。私たちの選択は基本的に尊重してくれる。目をわずかに沈め、短く息を吐く。バルト、将来やりたいことがあるなら話してみるといい。テオドールはバルトの頭を雑に撫でた。はい。でも当分は兄様の地位を強固にすることしか考えてないです。バルトは軽く首をかしげ、目を細めて笑った。ところで、あれはうまくいっているのか？テオドールの問いに、バルトはすぐには答えず、兄の表情を見る。聞いてくるくせに、心配などをしていない顔だ。問題ありません。むしろ、隠す方が難しいくらいです。意図とせず、得意げな口調になった。よくやるよ、バルトは。秋の風が広い廊下を抜けていき、バルトの頬に触れた。バルトが敵じゃなくてよかったと思うよ。テオドールは歩みを緩めることなく、視線だけを周囲に走らせ、声を落とした。僕は身内にはひいきしますよ。
これでも、やさ男なんです。バルトは肩をすくめ、何でもないことのように返した。おお、怖い。テオドールは大げさに目を見開いた。だが、その口元にはわずかな笑みが残っている。冗談めかしたやりとりだったが、どちらもそれを冗談だとは思っていなかった。そんなテオドールの顔を横目で見ながら、バルトは内心で別のことを考えていた。第二王妃のあの公爵家。叩くのは簡単だが、タイミングを測らなくてはならない。ただでさえ面倒なのに、あのバカの言動がいちいち勘に触る。空の器ほど音が大きいとはよく言ったものだ。10歳という年齢に周りが油断している間に力をつけておきたい。阻むなら破滅させるだけですよ。バルトはふふっと笑った。頼むよ、かわいいバルト。そう言うと、テオドールは次の面会があるからここで、と貴賓室の方へ向かっていった。第3話。その日、金庫は消えた。この日は朝から雨だった。母の命日である。時間が取れれば、かつての居室がある東翼を訪れるつもりでいた。濡れた窓越しに外を見ながら、バルトは頬をガラスに寄せた。冷たさはただの温度としてではなく、過去を曖昧に呼び起こすものとして残った。扉の外で控えめな足音が止まった。次女のクララが一礼し、背後の人物を室内へと導く。家庭教師のマルガレーテ様をお連れいたしました。わかった、下がって。簡潔に告げると、次女たちは静かに退いた。室内にはマルガレーテ夫人とバルトの2人だけが残る。夫人は封筒から書類と帳簿を取り出すと、バルトに手渡した。去年のブナとオーク材は6割確保できています。8割だ、8割確保しろ。儲けは度外視して。バルトはソファーに身を預け、まず資料を一読し、そのまま帳簿へ視線を落とした。夏の虫の声が少なかった。今年の冬は厳しいものになると踏んでる。価格が高騰するはずだ。しかりを手配します。夫人にはいつも矢面に立たせて悪いね。言葉を置いた後、バルトは表情をわずかに緩めた。とんでもない。いい経験でございます。夫人は一度言葉を切り、指先で封筒の口を軽く押さえた。未亡人という立場は初期の取引では不利に働いておりましたが、商会の信用が積み重なった今では、その影響も薄れております。表情を崩さぬまま、バルトを一目見る。それでも、主の正体が明かされれば、話は別でしょうね。まだ伏せておいてくれよ。少しずつゴルトシュタイン公爵家を削る。バルトは帳簿を目で追いながら、指先で紙の端を軽く押さえた。第二王妃の成果ですね。かしこまりました。夫人はうなずき、封筒を静かに胸元へ引き寄せた。当面は商会の儲けはわずかでいい。今は確実に信用を勝ち取り、ルートを確保する。次の目的は決めてある。
バルトは帳簿のページをめくる。そこにあるのは収益ではなく、取引が切れていないという記録だった。帳簿の中で関係が途切れていない相手が増えてきている。夫人の護衛を2人に増やしているけど、問題はない？バルトはようやく顔を上げ、夫人の反応を確かめるように視線を止めた。もったいないですわ。夫人は小さく首を横に振り、口元だけをわずかに緩めた。動きが物騒だ。今はやりすぎなくらいがちょうどいいと思うけど。バルトは視線を細め、短く息を吐いたまま言葉を止める。机上の帳簿が静かに閉じられると、その乾いた音が室内の空気を断ち切った。途切れた会話を継いだのはマルガレーテ夫人だった。お仕事の話はここまでで授業にいたしましょう。夫人は静かに言葉を置く。では、前回の続きの学びをいたしましょう。民衆心理についてです。夫人は姿勢を変えないまま、手元を動かすこともなく、目を一度だけ沈めた。民は子としてではなく、衆として振る舞います。感情は反応の原料であり、行動を決めるのは解釈と状況条件。言葉を終えても、夫人は続きを急がなかった。その後、ゆっくりと表情に静かな影を差し、相手の理解度を測るようにバルトを見る。過去の事例においても、それは一貫して確認されています。王が税の軽減を訳した後、これがさらなる譲歩の前触れと施され、要求が一斉に拡大した例があります。命令の内容ではなく、その意味の取り違いが事態を動かしました。バルトは肘をついて黙って聞いた。また、王命が一度撤回されたことで、判定が定まっていないと受け取られ、実際には変更がなくとも命令自体の効力が疑われたこともあります。バルトは夫人の言葉よりもその間の取り方を見ていた。一度言葉が切れる。雨音だけが室内を満たした。窓ガラスを伝う雫が細く流れ落ちていた。夫人は視線を落としたまま続きを急がなかった。空白を埋めようとする者は多い。だが、夫人は違う。言葉と言葉の間に置かれた空白ごと、授業の一部であるかのようだった。やがて、夫人は静かに顔を上げた。共通しているのは事実の差異ではありません。火の揺らぎが壁をかすかに明滅させる。薪が小さくはぜた。解釈のされ方です。夫人は言葉を続けた。人は事実そのものではなく、受容可能な解釈体系に依存します。バルトは一通り聞き終えると足を組んだ。つまり、真実そのものよりも、その誘導のされ方次第と？口元にわずかな歪みだけが浮かんだ。思い浮かんだのは、宮廷で交わされる噂話だった。その反応を見て、夫人は目元を緩めた。極論ではございますが、バルトロメウス殿下であれば、それをなすことも不可能ではないかと。室内に沈黙が落ちた。うん。バルトは浅くうなずいたが、その返答はどこか上滑りしていた。雨は変わらず降り続いている。その気配だけが
妙に意識の端に引っかかっていた。その思考を遮るように廊下の足音が重なり、低いざわめきが寄ってきた。バルトが振り向く。ほとんど同時に扉が勢いよく開いた。クララは数歩踏み込んだところで足を止めた。呼吸は乱れ、顔色も悪い。口を開きかけて閉じる。その仕草だけでただごとではないと分かった。ようやく顔を上げる。ケオドール王太子が東翼にて亡くなっているのが確認されました。その言葉でバルトの指がわずかに止まった。第4話、喪章。母の命日。母を慕っていた者たちは命日になると東翼を訪れた。聖妃リリアは人を引きつける不思議な人だった。身分の肯定を問わず言葉を交わし、顔と名前を覚え、些細なことを忘れない。だからこそ、仕える者たちは忠誠だけではなく親愛を抱いていた。2年が過ぎた今も、その日になると花を供える者は絶えない。次女や近衛だけではない。役目を終えた老臣までもが理由をつけて東翼を訪れていた。そこはかつて聖妃が暮らし、バルトも2人の兄と共に多くの時間を過ごした場所だった。母の死後、居室は当時の姿を保ったまま閉ざされている。その閉ざされた東翼でテオドール王太子が亡くなっていたとクララが告げた。は？間の抜けた声が床に落ちた。今、なんて？王太子殿下が亡くなられました。クララは視線を落とし、まるで祈るように同じ言葉を繰り返した。ざれ言を。言いかけてやめた。クララの表情はそれをざれ言として扱っていなかった。青白い顔のまま、肩がかすかに震えている。今、どこに？宮廷医が死後の処置を行っております。クララは一度言葉を切り、続けた。この後、ご遺体は教会へ運び出されます。国王陛下より指示があるまで、各自居室にて待機するようにとの仰せです。深く頭が下げられた。わかった。下がれ。殿下。マルガレーテ夫人に声をかけられた。認めない。バルトロメウス殿下。認めるものか。同じ言葉しか出てこなかった。殿下、しっかりなさい。つけ込まれます。マルガレーテ夫人がバルトの肩をつかむ。肩に伝わる力でようやく夫人の声が耳に届いた。今まで兄を国王にすることしか考えてこなかった。その前提が崩れた瞬間、足元が抜けるような感覚に襲われ、思わず口元を押さえた。紹介のあり方を見直さなければならない。兄の紹介でつながっていた取引先もある。兄を失ったことで離れる可能性もある。夫人、兄の紹介の取引先は？現時点ではすべての取引は終了しております。わずかに息を整える。月に一度取引先へ感謝の礼状を送れ。折に触れて
当方にしか把握していない情報も適宜織り交ぜること。はい。その他は、従来通り取引を継続。王室との関わりは悟らせるな。言葉を切り、続ける。ブナとオーク材の在庫は引き続き確保する。婦人付きの護衛は3名に増やす。身辺の警戒して。バルトは短く指示を並べた。一拍置いて視線を上げる。夫人は屋敷へ戻ってくれ。かしこまりました。足音が遠ざかるにつれ、室内は静けさを取り戻していった。扉が閉まる気配の後、残ったのは秋の雨音だけだった。湿った空気が緩やかに流れ込む。暖炉の火が落ちた部屋は薄暗く、軒を打つ雨の響きが壁を伝って鈍く帰っていた。耳を澄ませば澄ますほど、その音は大きくなり、胸の奥まで満ちてくるようだった。テオ兄様。名を呼ぶが、虚しく響いた。が、もちろん帰ってくる言葉はなかった。数時間の後、控えめな足音が廊下を満たし、やがて次女が静かに姿を現した。恐れながら申し上げます。次女は深く頭を下げ、手にした用紙碑を読み上げた。本日を第一日とし、宮廷内にてご遺体の安置が行われます。喪章はすでに鳴らされ、外部への召請は行われません。バルトの表情を確かめるように視線を向け続けた。第二日には限られた謹慎のみを伴い、宮廷内にて公開の拝礼が執り行われます。聖職者は儀礼のためにのみ立ち会い、判断には関与いたしません。さらに声を落とす。第三日、レクイエムの後、埋葬が執り行われ、その後、宮廷より、王太子位の扱いを含む今後の統治体制についての勅が発せられる予定でございます。わかった。バルトは視線を落とした。それから慌ただしく時間だけが過ぎていく。喪服の準備は言葉少なく、しかし段取りだけは過剰なほど整然として進んだ。侍従が衣装箱を運び込み、黒に近い濃色の街灯が広げられる。檻は抑えられ、金の装飾はすでに外されていた。王家の紋章はかろうじて刺繍として残されているだけで、光を吸うように沈んでいる。バルトはそれを一別し、何も言わずに袖を通した。布は重く、しかし過剰な装飾のないそれは、むしろ体の輪郭を際立たせる。容体が締められ、手袋が差し出される。指を通すと、外界との接点が一段薄くなる感覚だけが残った。窓の外では、まだ雨が止んでいない。黒い布に身を包むと、体だけが先に儀礼の中へ入っていくようだった。第5話、沈黙の底で。テオドールの死の知らせから2日、紹介のこと、家中のこと、今後のこと、考えるべき事柄だけが絶え間なく押し寄せ、兄を失った現実を確かめるいとまもないまま、儀礼の日は訪れた。
会場には王家の近親者と限られた近親だけが集められていた。参列者は厳しく選ばれている。王太子の葬儀としては異例だったが、今の宮廷でそれを疑問に思う者はいなかった。第二王子マティアスは、庇護下にある貴族たちと共に参列している。母に似た面差しは青白く、目元は腫れていた。もとより気弱な慈兄だ。この数日、涙に暮れていたのだろう。その肩には、アルンシュタイン公爵の手が置かれていた。慰めるように見えたが、離れる気配はなかった。左手へ視線を向けると、第二王妃の傍らに第三王子の姿があった。彼は椅子の背に体を預けたまま座っている。周囲が姿勢を正していても、一人だけ空気から浮いて見えた。バルトの隣には王太后がいた。黒いベールの奥は読めず、老人形のように微動だにしない。その場だけ、時の流れから切り離されているようだった。会場の扉が閉ざされると、外界の気配は絶たれた。やがて低く抑えられた声で開始が告げられ、列席者は順に立ち上がる。先導する聖職者が短い祈りを捧げ、その声が静かに途切れると、王家の紋章だけを掲げた棺が祭壇の前へ運ばれて据えられ、列席者たちは誰に促されるでもなく頭を垂れ、広間には重く沈んだ静けさだけが残った。結局、兄の遺体を見ることはできなかった。数日前まで確かに言葉を交わしていた。あの時と何も変わらぬ姿ばかりが思い浮かび、死だけが妙に遠かった。顔を見ることが叶わなかったせいか、その不在は理解できても、死そのものにはまだ触れられていない気がした。報告も警備も周囲の反応もどこを見ても、ほころびらしいほころびは見当たらず、その整いすぎたありさまだけが妙に気にかかった。だが確かめようにも東奥への立ち入りは制限され、人の動きも抑えられている。あの棺は本当に中身があるのだろうか。気づけばそんな考えにまで行き着いていた。正面を見据えたまま、その疑念だけが胸の底へ沈んでいく。聖職者によるレクイエムが執り行われる。祈りは定められた形式のまま、過不足なく空間を満たしていった。それが何を弔っているのか、もはやわからなくなっていたとき、頭に手が触れた。頼むよ、かわいいバルトよ。って、兄の声だと思い、ほとんど無意識に名を呼ぼうとしたが、頭に触れている手が王太后のものであると知った途端、その名は最後まで形にならず、喉の奥へ消えた。バルト、儀礼が終わったら来なさい。声を落として王太后がそう言った。こちらを向いていることはわかるのに、王太后の表情は読み取れなかった。儀礼は淡々と進み、参列者たちが沈黙のうちにその場へ留め置かれる中、
国威の宮廷近衛が棺を担いで祭壇を離れ、その後に続いたのは王家の近親者だけだった。王太后とバルトロメウスもその列に加わった。湿気を帯びた石段を葬列は緩やかに降りていく。冷たく、暗く、湿り気をはらんだ空気が肌にまとわりついた。2年前、母を送った日の記憶が不意によみがえる。あの時と同じ石壁が続いていた。母がいなくなるということだけが恐ろしく、それ以外のことは何一つ考えられないまま、涙で滲む視界の向こうを誰かに導かれるように歩き続け、気づけばこの地下墓所の前に立っていた覚えがあった。当時、バルトロメウスは兄になれると淡く期待していた。母を失った喪失があまりにも大きく、その腕に抱かれることのなかった小さな命のことへ思い至るのはいつも少し時間が経ってからだった。再びここに来るなど思いもしなかった。あの頃はもっと遠い未来のことだと考えていた。父を見送る日のことだと。テオドールの棺はすでに据えられている聖碑の石棺の隣、定められた区画へと静かに収められていく。地下墓所には死者たちの眠る石棺だけが残された。